年ですかね、おととしの12月に脳内出血しまして、で結果的に左半分が走って目が麻痺の状態が続いてます。脳内出血ということで、去年、おととし12月26日ということですね。こういう状態ですね。足は前に出せる。足は、はい、こういう状態ですね。膝は曲がらないんですか。時によっては曲がりますけども。自分で曲げること。いや、こういう状態になりますね。で、自分では膝は曲げられない。ちょっと無理かなって感じですね。で、足首は上がったりはするんですか。足首で、これでいいですか。こうはできない。ちょっとまだいいですか。で、股関節は動いてると。で、股関節から下が麻痺してる。そうですね。左の腕は肘から前が麻痺してるということですね。左半身。もっとだから、こういう状態ですね。脳は死んじゃったと。その血液が出た部分はもう脳がやられて、でそこの部分にポカッと穴が開いてるわけではなくて、介入物質が脳そのものにですか。脳そのものにですが死んで、ここにこう変性しちゃったと。そういうふうな感じでした。そんなふうに言われれば、そこが死ぬ、あるいはそうなることで影響を受ける部位はもう良くならないっていうイコールになっちゃいますよね。そういう感じでした。そういう説明ですよね。そっから行った時に脳出血したその部分、脳はどっちに出血したんですか。右側ですよね。そこを何とかすれば機能が回復するのかということに関しては、脳そのものの萎縮したところが正常に回復すれば機能は回復するって言ってますよ。じゃあそこが今の状態から回復するのかということからいくと、0から100まであってほとんど反応しない。だからそこがしっかり回復するということにおいては難しいんだなと。じゃあそれ以外に代替作用ってありますから、じゃあ手を動かす機能を果たすということにおいて、その部位でないところがより機能すれば左腕の機能は回復するのかと。それは 1,2,3,4,5,6,70% は可能性があるって言ってますよ。それはどちら側かというと、どこかというと多分反対側ですよ。反対側は多分右腕に関係してると思うんですけども、そこは多分左腕にも関係してくるんですよ。代替作用ですよ。左腕が機能するように、だから脳のあるところがそれをやってくればいいわけですよね。それがまず一つですけども、その可能性を追求する中で、そこを育てるというのがあるんですけども、またそういうシステムといいますね、結局今働いてないところを働かすためにはどういうふうにしたらそれができるのかということを脳にとにかく一つトレーニング勉強させることですよ。そういうことがあるんだなということが脳が分かれば、積極的に脳が機能してくれるか分からないですから、今左ばっかり気にしてますけど、右側が機能半分なんですよ。で、それが、どうして起こっているかというと、右側の脳の脈管機能障害っていうんですけども、脳を養う血液、血管って言いますかね、血管、静脈、動脈、それからリンパも含めて、そこにトラブルがある、システムにトラブルがある。脳じゃないです。脳を養う血管、静脈がその脈管にトラブルがある。だからそのトラブルが結果的に脳出血になったんですけども、このままやってみますよ。じゃあまっすぐで、ここを今倒した右前5度の方向、この虚骨です。この虚骨を右前5度、右よりは5度前ですから、ここを虚骨、模型、左の模型、右の模型、こうですね。
こうなってて、触るところはここです。この上の足、奥さん見てくださいね。この上から来てるこの足、こうです。この足の下、根元、こうしてこの根元、この骨です。この骨がポイントなんです。この骨は自由自在に動きます。それ以外の骨は上から筋肉が来ててついてますから、あんまり勝手に動かない。でもこれは筋肉がついてないから自由自在に動くんですよ。この自由自在に動くからこそトラブルも起こるんですけども、これがこの骨を右5度前、右5度前にこれを倒すんです。こう持って右前5度、これだけ今と同じ方向まっすぐ右前5度にやるわけです。ここを外前5度です。でいいですよ。とりあえずまだはい。それで確認ですね。でそれでちょっと歩いてください。今までとの違いです。右側が今までとの違い。楽ですね。わかります？楽です。楽でしょ。どんなふうに足がでスムーズです。スムーズですね。出やすいし力も入るでしょ。これが今までなかったんですよ。右が働いてなかったから半分しか。それでまたはいわかります。もう見せてわかります？はい、で今までは左ばっかり悪いと思ってたから、そうですね。ところが右側が半分しかなかった。今右側がほぼ100です。なくて悪いそう。いやいやはい。手で。すいません。なんか全然さっきと。違いますよね。はい。じゃあもういいですよ持って、今度は左行きましょう。じゃあここから座って、それをやることで脳そのものに関してはだから今特にまだ変化起きてないですから、時間経っていってそこの、脳脈関係が良くなったら、じゃあ脳の環境の脳そのものは影響ないというんですよ。だから今のは右側だけの治療になったんだなと。じゃあ左側は今できるのかと。できるって言ってますから、それは脳のその部分を良くするんじゃなくて、やはりさっきやった代替ですよ。これを A の5度外側、はい、今これ刺激することで脳のあるところが電気ついてるわけですよ。はい、次これです。これを同じく方向は一緒です。同じく同じ方でこう持って、はい、以上です。1,2,3,4,5つですね。5つをやると何が起こるかと。はい、足上げて、はい、ですよ。今やったのはその電圧を上げようと、脳のということでやったわけですよ。今腕をちょっと見てほしい。顔は20上がってきましたから、じゃあ腕も同じように20上がってるんですけど、でもその自覚が20ぐらいで感じるかどうかですよね。顔はいいですから、腕かがんでください。指先行きましょう。あ、少し動きました。少し動いてます。人差し指動いてますよね。今まで動かなかった。奥さんと。ここの指をちょっとどっか刺激すると、昨日あたりちょっと動いたんですけど、何もしない気は動かなかった。今動いてますよね。人差し指動いてます。それが電圧なんですよ。だから神経が正常であっても電圧が低いとだから動かない。今数字が上がったんですよ。20% 上がってる。だから動くんですよ。この足なんかここで指を
足はまだ閉じてない、10のまま。腕は20です。顔は30。だから時間が経つと、今やったのを1日1、2、3、4、5回を1週間ぐらいやると、顔は40から50から60上がるって。で腕は30から40だって。で足は30から40だって。ということはもう多分指は動き出しますよ。で足も動き出します。それやればね。今先生書いていただいた。そうそう、それをどうでした今やって。なんか自分が変わったみたいですね。どういうふうに。なんかだから来るまではなんか自分の体じゃなかったみたいなね、今なんか自分の体になってる。感じてきたということですね。神経じゃないんですよ。だから今の医学は神経で考えるから分からないんですよ。神経正常なんですから、それでいて感じないというと神経だと思うんですよ。違うんですよ。神経じゃないんです。神経の感受性が低いと感じないんです。だからこの感受性を今高めたんです。だからそれが神経は正常だったっていうことですから、どんどん電圧を高めようというのをしばらくやりましょうと。それが高まってくると全体の状態は123456789ほぼそっちなんだって。電圧をとにかく高めればいいだけ。すごくね、今日は歩いてないよって言ったでしょ。だから歩ける気がする。自分で。でも今杖話してさっき立ってましたもんね。しばらくあんなことはないんですよ。印象的な言葉をされたんですよね。自分になったよう戻ったような。そうですね、先ほどね、ああいうことを言えるようになったなと思って、それだけやっぱり体がどっか本調子でないのが多分ねずーっと続いてたんだろうね。右の方が悪いっていうのはちょっと思わなかったので、それで足を病院では、右の脳出血が起こったから左側に麻痺が残ったっていうふうに言われて、ただねここだけではなくてここも何箇所かその軽い出血はあるんだよってことは言われたんですね。でも右側が今日は脳の情報を読んで、右側も半分しか機能してないって言われたのは全く絶対週1日5回この次伺う時までもうやって、でこの人もこの訓練をしっかりしてね、リハビリは裏切らないっていつも言ってますから、今こうちょっと可能性が見えてきたっていうか、気がしますよね。ありがたいですよね。そうなるならないじゃなくて、そういう可能性を示していただいたと励みになります。